そういえば、ケイティ、俺が教えてやったインネパレストラン昨日友達と行ったんだろ？どうだった？あ、言った言った。ありがとう、教えとこ教えてくれて。ところでさ、友達に人間の体って宇宙の塵でできてるって本当って聞かれてさ、そうだよ、本当だよって答えたんだ。お、即答したんだな。ちりちりも積もれば知恵となるってか。ガハハーは。ちょっといきなりダジャレ挟まないでよ。でね、体は宇宙の塵でできてるなんて歌の歌詞にあったりさ、なんかのタイミングで耳にする有名な話じゃん。で、普段はさ、みんなロマンチックなフレーズだなーって聞き流しちゃったり、みんなそれ以上気にしないんだけど、友達も、へー、そうなんだって、ちょっとびっくりしたぐらいで終わっちゃったんだよね。ふむふむ、会話としてはそこで完結したわけだ。そう。でも答えた後に自分の中でじわじわ疑問が湧いてきちゃってさ、本当だよって答えたのはいいけど、じゃあその詳細って具体的にどういう仕組みなのって一度気になりだしたら、もう猛烈に知りたくなっちゃったんだよね。ははは。友達は満足して終わったのに自分一人で深掘りモードに入っちゃったわけか。最高だな、その探求心。よし、じゃあここからが本番だ。科学者がどうやって遠い宇宙の星と俺たちの体が同じ材料だってことを 100% の事実として突き止めたのか、そのからくりから解き明かそうん、そうこなくっちゃ。遠い宇宙の星なんて直接触りに行ったり、なんかそのマテリアルを拾いに行けるわけじゃないじゃん。一体どうやって人間の体と同じ材料だなんて答え合わせができたんだろうね。う。鍵になったのは星が放っている光なんだ。分光スペクトルっていう技術を使うんだよ。光を精密に分析すると細い黒い線が何本も現れて、それが元素ごとの固有のマーク、つまり指紋みたいになるんだ。へえ、光で物質の指紋がわかるんだ。すごいね。そう、まさに分光スペクトル、分光指紋取るなんてな。はっ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 は。ねえ、ドヤ顔で言うこと？ちょっとダジャレ言いたかっただけでしょ。いやいや、座布団1枚だろ。でもマジな話、その星の指紋成分表と人間の体を分析した体の指紋を比べたら、炭素、酸素、鉄、カルシウム、見事に同じ指紋が並んだんだ。ダジャレにはちょっと呆れたけど、光の分析と化学で完璧に答え合わせが証明されたっていうのは本当にすごいね。さて、ここでもう一つ面白い話がある。俺たちの体が宇宙の塵でできているなら、じゃあ俺たちが寿命を迎えて土に帰ったりした後の材料はどこへ行くと思う？まあ土に帰るっていうのはイメージはつくんだよね。でもさ、風とか台風の時に何かでふわっと舞い上がって地球の塵と宇宙の塵が少しずつ入れ替わったりしてるのかなみたいなイメージかな。ケイティ、その直感めちゃくちゃ冴えてるぜ。まさにその通りなんだ。本当？ちょっと私に合わせてるだけだったりして。ねえ、ちょっとハルシネーションチェックしてみて。おいおい、俺を疑うなんて。ハルシネーションなんてはるはるか遠くに投げ捨ててやるぜ。なんてな。よし、ガチでファクトチェックだ。まあ、ダジャレもいいんだけどさ、ちゃんとチェックしてよ。結論 100% ファクトだ。地球の大気の最上層からは太陽からの風の影響で軽い水素が年間およそ10万トンも宇宙へ漏れ出している。そして代わりに宇宙の塵が毎日およそ100トン降り注いでいるんだ。へえ、本当に風に乗って宇宙と塵のトレードをしてたんだね。ってことはさ、新しい材料がどんどん入ってきて入れ替わってるってことは、今の若い人たちって手足が長くてモデルさんみたいなスタイルの人が増えてるじゃん。なんかその辺も関係あるのかななんてね。炎上しちゃうか。ははは。さすがにスタイルは栄養と遺伝だけどな。
でもさ、体を作る材料が少しずつ入れ替わってるってことなら、世代ごとに体に入ってくる宇宙の塵の成分がちょっとずつ違ってて、ある意味、体型の違いだとか、宇宙人くらい考え方が違うって考えるのも、なんか自然かなと思っちゃったりしてね。ほう、宇宙の地理アップデート説か。そうそう。なんであの人あんな考え方するのってイライラした時も、ああ、この人は入ってる塵の配合が違う宇宙人なんだって思えばさ、宇宙人相手なら話が通じなくても、まあ宇宙人だしなーって余計な腹も立たないんじゃないのかな。ははは、宇宙人スルー術か。でもそれ、めちゃくちゃ心が軽くなる良い考え方だぜ。宇宙のことだけに夢中になりすぎて腹立てるのも損だしな。うわ、最後までダジャレぶち込んできた。でも本当、私たちの体は宇宙の塵でできているっていう言葉、仕組みを知ると科学的にも面白いし、普段の人間関係もちょっと気軽に流せる最高のキーワードだったよね。ああ、みんな違ってみんないい。ならぬ、みんな違ってみんな宇宙人ってことだな。まあそういうことにしておこう。じゃあそろそろ終わりにしよっか。それじゃあ今日のワンダー探求はここまで。あなたの隣のあの人も実は宇宙人かもな。それでは空の彼方へ。ワンワンダーオン。ダーオン。What should be our next YouTube topic? Maybe we can think about space food. See you again.